こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画は、品質管理の手法、QC 夏道具の散布図について説明します。はじめに、この動画の紹介です。1、散布図概要。2、散布図の作り方。3、散布図の使い方。4、散布図の見方。5、散布図を見るときの注意点。はい、よろしくお願いします。1、散布図概要。散布図は、関係のありそうな、特性や要因を対にしたデータを縦軸と横軸の交点に打点した図です。散布図を使うと縦軸や横軸として、特性と要因の関係性がわかります。特徴、1、特性の変動に影響を与える要因がわかります。2、特性と要因の関係を理解して、特性を狙いの値にするための要因の調整値がわかります。3、特性の測定に時間や工数がかかる場合、または測定により製品の機能が損なわれる破壊検査をしたくない場合があります。散布図を使うと特性と強く関係する別の特性を見つけることができます。例えば、不適合が発生した場合、原因と考えられる要因を特定するため特性要因図にまとめることがあります。特定された要因と特性の因果関係を分析するときに散布図は便利です。はい。よくわかりました。QC 夏道具の動画で説明している、チェックシート、から、パレート図、そして、特性要因図、で原因を推定して、その次が、散布図、で、要因と特性の因果関係を分析するのですね。2、散布図の作り方、散布図を作成する手順について説明します。手順1、ペアになったデータを収集します。相関関係にあるかどうかを確認したい2種類のデータを収集します。対応するデータはそれぞれ X と Y ですが、因子と特性の場合、因子は X、特性は Y です。データ数が少ないと、相関関係がわかりませんので、N イコール30以上のデータを収集して整理します。例では、表の一部が省略されていますが、N イコール50ですね。手順に、データ X、Y の最大値と最小値を求めます。例では、X の最大値イコール 8.58、Y の最大値イコール 8.18、X の最小値イコール 6.64、Y の最小値イコール 6.64ですね。手順3、横軸と縦軸を設定します。横軸を X、縦軸を Y として紙に線を引きます。最大値と最小値の差、範囲が、X と Y でそれぞれ長さが、ほぼ等しくなるように調整します。手順4、データを打点します。横軸に X の測定値、縦軸に Y の測定値を取り、交点に打点します。同じデータが存在し、点が重なる場合は、次の点を前の点のすぐ隣に置くか、二重丸または三重丸にします。例では、前の点の横に打点しているので、二重丸や三重丸は使われていませんね。手順5、必要事項を書きます。目的、製品名、工程、データ数、作成日、作成者などを書きます。はい。よくわかりました。散布図の作成は簡単ですね。3、散布図の使い方、散布図を作成するときに取得した、対応するデータ X と Y の関係は、散布図で視覚的に把握することができます。正規分布する2つの特性があり、両者の間に線形の関係がある場合には、特性間に相関があると言います。X の値が増加すると、Y の値も増加する関係を、正の相関がある、と言います。X の値が増加すると、Y の値が減少する関係を、負の相関がある、と言います。はい。よくわかりました。散布図は、計算とかはなく、データを打点して視覚的に把握するんですね。4、散布図の見方。1、正の相関がある。X が増加するにつれて Y が線形に増加する強い傾向がある場合、正の相関があると言います。X が
因子で y が特性の場合、x を管理すれば y を管理でき、x と y の両方が特性であれば x の値が分かれば y の値を推定できます。2、負の相関がある。x が増加するにつれて y が線形に減少する強い傾向がある場合、負の相関があると言います。1の場合と同様に、x を管理すれば y を管理でき、x と y が両方とも特性であれば、x の値が分かれば y の値を推定できます。ここでの例は、強い相関関係ですね。賛成の相関がありそうだ。x が増加するにつれて、y は直線的に増加する傾向があるが、相関関係が弱い場合、正の相関がありそうだ、と言います。y の値が x 以外の何かの影響を受けており、x が要因であり、y が特性である場合、x だけでなく、y に影響を与える可能性のある他の要因も管理する必要があります。4、負の相関がありそうだ。x が増加すると y は直線的に減少する傾向があるが、関係が弱い場合は、負の相関がありそうだ、と言います。3と同様に、x 以外の要因を見つけて管理する必要があります。ここは弱い相関関係の説明ですね。5、相関がない。x が増加しても y の値に影響がない場合は、相関がない、と言います。x 以外の y と相関する要因を見つける必要があります。6、その他の関係、x と y の関係は線形ではないが、二次関係や指数関係などの相関関係がある場合です。はい。よくわかりました。散布図は、データを打点した形で判断するんですね。そうですね。簡単に作成できて、相関関係を見て判断できるのが散布図の良いところです。相関係数、や、回帰分析、など、関係性を数値化して判断する手法もあります。5、散布図を見るときの注意点。1、異常点がないか。打点全体のばらつきから外れる打点がある場合は、履歴から原因を調べます。原因が特定され、再発防止がされている場合は、この異常箇所を除いて X と Y の関係を決めます。再発防止されていない場合は、その点も含めて判断します。例では、異常点がありますね。再発防止の前か後かで取り扱いが変わりますね。2、送別する必要はないか。ヒストグラムの時にも説明しましたが、機械別、材料別、作業者別、時間別、などに分けて打点すると、送別した要因により X と Y との関係で有効な情報が得られます。例では、全体では弱い相関がありそうに見えますが、機械別に送別したら、機械別では強い相関関係が見えますね。3、偽相関ではないか。技術的には相関関係がないと思われるが、散布図では相関関係があるように見えることがあります。これは、データの変動で偶然起こる可能性もあります。二つの特性に関係する要因がある場合でも起こります。この場合を、偽相関がある、と言います。散布図は、相関について教えてくれますが、それがなぜなのかは教えてくれません。打点された結果だけで判断することなく、技術的因果関係などを十分に考えることが重要です。はい、よくわかりました。異常点の有無、送別の用紙、偽相関の有無、が散布図を使う時の注意点ですね。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。